いて座さんの皆さん、こんにちは。今回はこちらを見てくださっているいて座の皆さんに、間もなく起きる急展開というテーマでリーディングをいたします。今回はこちらのタロットとオラクルカードを利用して、ご自身でもまだお気づきになっていないような心の奥の深い部分も深掘りで見ていきます。まず現状のいて座さん、そしてこの度のテーマの間もなく起きる急展開、そしてアドバイスという形で2枚ずつタロットを引かせていただいた後に深掘りでテーマであったりキーワード、そしてですね、さらにアドバイスやラッキーカラーがもし直感で感じればラッキーカラーなどもですね、伝えていきたいと思いますので、盛りだくさんの内容となっております。ぜひ最後までご視聴いただけたらと思います。それではスタートです。はい、それではまずこちらの現状からですね見ていきたいと思うので、タロット2種類をですね同時に引いて見ていきたいと思います。まずこちらとこちらです。はい、じゃあこちらから見ます。せーの、ワンドの5番です。はい、そしてせーの、愚者のカードが出ています。はい、まずですね、ワンドの5番が出てるんですね。で、ここが一番すごい感じるのは、やっぱりちょっとね、ここ最近大変だなって感じてる方もきっと多かったんじゃないかなっていうことなんですよね。で、それはやっぱりこう何か目標を持ってる人、目標を持ってれば持ってるほどっていう風に言ったらいいのか、そういう風にこう自分が高い目標を持っていればいるほどに、周りにいる人とのその何かこう関係性の中でギクシャクするようなことであったり、ちょっとモヤモヤするようなこと、言いたいんだけど言ってもなんかこう分かんないよね、理解してもらえるのかなっていうようなことであったり、ちょっとこうモヤモヤする人間関係の中でやっぱりモヤモヤするようなことが多かったりした方もいたんじゃないかなというふうに思います。で、意見がそうやって食い違う時ってやっぱりご自身の中で100その何か目標に向かって進みたいんだけど、やっぱりなんかこうちょっと中途半端な気持ちっていうのも残っちゃいますよね。そういう中ででも今回はすごいそれが成長のチャンスにつながっていて、ご自身の中でそこをうまくやりくりできたっていうようなこともですね、ここからすごく伝わってくるのが、ここでね愚者のカードが出てるからなんですね。やっぱりいろんな体験とか人との中でこう切磋琢磨揉まれたことによって、ご自身の中で何か一つこう抜け出た、解放したよっていうようなことが若干おありだった方多いんじゃないかなというふうに感じます。それは一つのパターンとしてはやっぱり仕事であったりとか、ご自分が何か目標を持っている、目標であるってことは何かになりたいっていうような夢であったり希望ですよね。現実的に叶えていきたいっていうこと、そういうことであったりとか、家族間の中でやっぱりこう自分はすごく何かこういろんなことをうまくね回していきたいとか、いろんなアイディアが家族間の中でもあったりすると思うんですけど、それを家族に伝えても分かんないよねみたいな風なその関係性の中でモヤモヤがあった方もいたと思うんですけれど、そういうこと、いろんな体験がご自身の中でもういいやっていう風に何かこう吹っ切れる、自分の中で自分が分かってればいいやっていうようなこう自立する気持ちであったりとか、何かこう周りに対して分かってもらおうっていうような気持ちがなくなったっていうようなことがあったりとか、こう人に頼らなくてもいいよねっていう風にもう自分の中で吹っ切れた、すごいすっきりするような体験が若干終わりだったのかなと思います。それがご自身にとってすごくねこうステップアップ、ご自身が現実的にっていうのもそうなんでしょうけれど、一番はこう精神的な何かご自身の中での向上が終わりだったのかなっていうふうに感じます。で、それはやっぱり
こう無意識的にそうなったっていう方もいらっしゃるでしょうし、意識的にそうしようと思って努力した方もいるでしょうし、2パターンあると思うんですけど、どちらにとってもすごいそれが必然的な必然体験で、ご自身の中でいろんな何かこう解放が起こって、なんかこう枠にとらわれない自分であったりとか、こういういろんな人がいるんだけど、それも全部受け止めようみたいな風にこう器が広がるタイミングであったり、いろんな意味合いでいて座さんすごい成長してるなっていうのをここからね、この2枚からすごい感じます。で、今すごいそういう意味でご自身の中でグレードアップしてる時期なので、これから間もなく起きる急展開としてはいろんな展開がこう考えられるんですけど、すぐねじゃあどうなんだっていう部分すごい楽しみなので、見てからねまたお話しさせていただきたいというふうに思うので、間もなく起きる急展開を早速見ていきたいと思います。はい、いきなり勢いよく来ました。はい、そしてもう1枚いきます。こちらです。はい、じゃあまずこちらから見ていきます。せーの。ワンドのクイーンが出てます。はい、そしてせーの。ソードの10番が出ています。そうですか。はい。はい、で今までねこう現状維持の中で現状のメッセージの中でちょっとねやっぱりこうやりくり大変だったりとか、ご自身の中でちょっとすっきりしないモヤモヤがあるみたいな風に現状大変だったよって方いたと思うんですよね。その流れの中でやっぱりもういいやっていうような解放が起こってる部分っていうのがあったっていうね、ちょっとこうご自身の中での精神的な部分でのグレードアップっていう体験が現状終わりだったよっていうことを伝えてきてました。でその流れの中で間もなくご自身がやっぱりこういい意味での立ち位置バランスを保てるようなことが起こってくるってすっごい魅力的になるっていうことを伝えてきてますね。でご自身の中でやっぱりね例えばですけど、今ご自身がなんか目標を立ててやっていて、その中でご自身と周りとのその対立感みたいなね意見が合わなかったりとかっていうようなことが終わりだよっていうことありましたよね。でその流れの中でやっぱりご自身がいずれにしても周りっていうのはそこまで変わりませんから、言ってくる人っていうのはいずれにしてもいるかもしれないけど、でもご自身の中で何かこう品格みたいなものがすごい出てくる。これって現実的に何かが起こるってこともすごく大切なんですけど、ご自分の中での対処であったりとか行動に対しての立ち振る舞いみたいなものが現れてくることって、これからの自分にとってですよ、すごいいいことなんですよね。で何か現実として引き寄せることももちろんいいんですけど、そういう品格が備わってくる時期っていうことを伝えてきていて、これはご自身にとって最高のプレゼントだと思ってください。でその品格がご自身の中にすっごい魅力となって出てくる。それが間もなく起こってくる。あんまり人に対して言われても今までであればチッって思ってるようなご自身の中での体感がなんかそういうふうにいちいち金銭に触れないっていうのかな、ご自身のそういう勘に触れないっていう部分で落ち着いてくる。ご自分がすごい堂々たる部分でもう何者にも揺れないみたいな自分の中での確立みたいなものが起こってきて、もうそういう人さえも気にならない。そうした時に言ってくる人っていなくなるんですよね。なのでいろんな意味での現実世界の中での今までやりづらいことっていうのが終わりを告げていくタイミングですよっていうこと、そのきっかけとなるのがご自分の品格っていうことを伝えてきてくれていて、すごいね品格が現れてくるってことをいて座さんもう本当にねかっこいいっていう風に言ったらいいのかな、女性でも男性でもかっこいい人っているじゃないですか。そういう風な風貌外見そういう風になっていくよ、この人の生き方がかっこいいみたいなね、そういう急展開が起こってくるっていうことを伝えてきております。なので
もうなんかこう一つ決めることが起こってきたり、もう私はこれに決めたみたいな風な強い意志が現れるようなタイミングであったりとか、人によってはですね、家族がいる方なんかはすごいいい親になるみたいな、そういう風な意味合いにも取れます。で、しっかりしているので、子供が何か言ってきてもブレないみたいなね、そういう部分もあると思いますね。で、なので仕事においてもしご自身が上司であったりとか、何か人をまとめていくような立場、主任であったりとか、いろんな立場ありますよね。そういうふうにまとめる立場であれば、その部下がごちゃごちゃ言っててもブレないみたいな、そういう部分もあると思いますし、逆にご自分がそういう何かこうまだまとめるような立場ではないんだけれども、すごいしっかりした人っていう風にも取れて、なんかこういろんなこと言ってくる上司がいるんだけど、でもそういうふうにいろんなこと言ってくる上司に対してもご自分がおおらかになっている、なんかもう言ってても別に気にならないわみたいな風にご自分がすごい動じないような気持ちになっている。なので一つそれがカルマ的に完了していくような部分、なんかね、いろんなカルマがきっと終わりなんですよね。で、そのカルマがもう終わりを告げていくっていうタイミング、何か問題が解決するようなタイミングであったりとか、人に対して今まではこの人が変わってくれればって思っていたものを、もう自分が変わればいいんだっていうふうにこう自分軸に立っていくタイミングになったりとか、一番思い当たる言葉としては目覚めるタイミング。今まではこう矛先が人に向いてたものがぐるっと風緑でご自分の方に向いて、もう自分にさえっていうような自分に集中する時期になったりとか、すごくね、いろんな意味でこう拡大していく、自分というものに対して拡大していくようなタイミングなので、新しい目標を見つけるタイミングであったりとか、新たなご自分の中でこんなことしてる場合じゃないっていうような気持ちになったりとか、いろんな意味で器を広げていくタイミング、これって現実に何かが起こりますよっていうようなことよりも大きいことっていうふうに捉えていただけるといいと思うんですけど、やっぱりね、意識が先ですから、こうやって意識としてのメッセージが来るときって、やっぱりね、これから大きく展開がやってくるような部分っていうのを含んでます。なので今ね、ご自身の中で間もなく起きる急展開が自分の品格なのとか、そういうふうにこう心の中での何かこう終わりを告げていく、自分の中でカルマフリーになっていくタイミングなの、あんまりよくわかんないっていう方はですね、ぜひこれから自分が何か心の中でのそのモチベーションが変わったりとか、自分の心の置きどころが変わることによって未来が開けていくんだっていうふうに捉えていただくと分かりやすいかなと思うので、この心が変わるタイミングだからこそこれから楽しくなっていくんだっていうふうに捉えていただけるといいかなと思うんですけど、心が変わるタイミングって結構重要なので、このアドバイスでしっかり見ていきたいと思います。まずね、こちらです。そして、もう一枚ね、アドバイス見ていきます。まずね、こちら。そしてですね、テーマとキーワードも一緒に見たいと思います。こちらです。そして、キーワードですね。キーワードも開きます。こちらです。じゃあまずアドバイスを2枚同時に見ますね。せーの。魔術師のカードです。そして、せーの。はい。悪魔のカードが出てます。すごいね、こう対照的というか分かりやすいですよね。はい、まずですね、ご自身の中で今いろんな可能性がこうパラレルワールドの中に
可能性っていうのがいっぱい広がってますよっていうのが、魔術師のカードのアドバイスからすごく伝わってくるので、やっぱりねこう可能性を信じるっていう気持ちを一番持ってくださいねっていうことが一番のアドバイスですよね。で、自分の人生ってもう本当に自分のものなので、やっぱりね周りにとらわれない、もう周りにこう影響を受けない状況にやっぱりご自身がこれからなっていく、ぶれないことっていうのが一番大切になってくるよっていうのも、こちらも同じようなアドバイスになっていて、まずはそういうご自分の精神的な部分の確立が一番先ですよっていうこと。そして物質的な豊かさであったりとか、物質的な成功体験であったりとかっていうのは、そのご自身の中の精神的な部分が一つ確立してからやってくるっていうことですね。なので焦らないような気持ちであったりとか、ご自分の中でやっぱりこう成功するって言ってもどうやってっていう風に頭でやっぱりこう考えてしまう時って、ご自分がいい方向にあんまりね頭で考えるってあんまりいいことを想像しないんですよね。止めるようなことであったりとか、このまま進んで大丈夫なのかっていうようなね不安であったりとか、そういうふうにこう何かしらこうストップをかけてしまうような気持ちっていうのが先立ってしまうので、やっぱり現実を追い求めるのではなくって、今はね精神的な確立がこのですね精神的な確立が先で、そして物質的な何かご自身の中での希望であったりとか願いであったりとかね、そういういろんななりたい体験、目標であったりとかってありますよね。そういうものっていうのは後からご自分の気持ちが落ち着いた後にやってくるので、やっぱりねこうならないじゃないとか来ないじゃないとかっていう風にご自身の中でやっぱり考えてしまわないようにっていうことが一つアドバイスになってます。それがやっぱご自分の夢や希望を遅らせてしまう原因になるのでね、もう一つ物事が何か完了を遂げてご自身の中でほっとするようなことであったりとか、今までのカルマ的なことですよね。何かやろうとすると周りがガヤガヤ言ったりとかっていうようなことがもう終わりを告げていくタイミングっていうことなので、やっぱりねどんどん整ってることには違いないんです。で、整っていってるからやっぱりその整った後に最終的なご自分の中で求めているエンディングはやってくるわけなんですけど、そのやってくる前にやっぱ求めてしまうとどんどんそれが見れないっていうようなねことを宇宙に宣言してしまうことになりますので、ぜひねここだけ気をつけていただくといいかなと思います。もうあとはなりたいことには何でもなれるマジシャンが出てきてくれているので、ご自身の中での希望とか夢は確立されてる。ご自分の中で信じれば信じるほどにやっぱりそういうパラレルワールドにつながっていくよっていう部分がありますから、あとはご自身の中で行動していくだけなので、本当にねその使い方次第でいかようにもなるよっていうところを伝えてきてくれてます。なので間もなく起きる急展開としては、ご自身の中での何か精神的な確立であったりとか、物事が一つ今まで大変だったってことが急になくなっていくようなタイミングを迎えていくよ。そこから夢や希望が始まっていくから大丈夫だからっていう風なアドバイスになっています。で、今回そういう風に精神的な確立であったりとか、大変だなっていうような今までのカルマ的なその体験が終わりを告げるっていうようなねメッセージなわけなんですけど、このテーマですよね。ここでのテーマを見ていきたいと思います。せーの。はい、ペンタクルの1番が出てます。そしてせーの、キーワードは Wait for Winter です。はい、まずですね、このペンタクルの1番が出てくれているので、やっぱり現状として少し大変だなっていうような事柄であったり、その中からご自身の中でのグレードアップ、もう本当にいいわっていうような吹っ切れることであったりとか、やっぱりもう一段ねご自分の中でのその精神的な成長を遂げていくような部分の流れがありましたよね。そういうふうに何か困難があったとしても諦めないような精神力を持って進んでいくっていうことが一つテーマになっていて、ご自身の中でやっぱりそれをどうしてもやりたい、もう必然的にそういうふうにやりたいから、そこは乗り越えるべくして乗り越えていくっていうようなねところでの何か
ご自分の中で決めてきたことであったり、今回の目標は絶対に譲れないというような自分の中での強い意志であったり、そういうことが一つテーマになっていて、それを乗り越えることによってやっぱりご自身の経済的な豊かさであったり、現実的に充足感、充実した現実っていうものをこう引き寄せていくような流れを作っていくっていうのが一つテーマになってるようですね。で、やっぱりね、そこは通るべくしてっていうところで、困難があるからこそやっぱりご自身が先を行こうっていう風になりますよね。やっぱり険しい山だからこそ、その上に立った時の気持ちっていうのはもう誰者にも変え難いっていうのありますよね。そういう風にやっぱりね、こう高みを目指していく、なんかこういて座さんらしいというかね、どんどん上に、その上はどうなってるんだろうっていうような高みを目指して、どんどんとご自身がその先のところからの景色を見ていきたいっていうような、そういうね、願いであったり憧れっていうのをこう成功させるっていうようなね、そういうことが一つテーマになっていて、この度は絶対に成功できるっていうことをここでも強くね、伝えてきてくれているわけなんですよね。なので、客観的に考える気持ちであったり、ポジティブな結果っていうのをご自身の中で作っていくっていうことも一つテーマとして伝えられることがあると思います。で、それを信じるっていうこともご自身の中でやりたいことになっていて、やっぱりね、どんなことを言われたとしてもやり遂げたいっていうこともね、なんかこう自分の信念になるじゃないですか。なので、こう周りがどんなことを言ってきたとしても、この度はこれをやっていくんだっていうような強い信念を持ってやるっていうことがね、すごいご自身の中でのテーマで、この度は絶対それをやり遂げてくださいねっていうことがですね、自分の中でのそのハイヤーセルフからの願いであったりするのかなっていうふうにも思います。で、やっぱりそういう時って焦る気持ちがどうしても出てきてしまうんですよね。で、冬まで待ってくださいっていうふうになってますけど、その期間がどうこうっていうよりも、長いスパンでの気持ちを持つ、もっとゆとりを持つことであったりとか、ゆったりとやるっていうことであったりとか、やっぱりね、こう焦らないっていう気持ちがキーワードになっているわけなんですね。で、このままで大丈夫かなとか、現実的に全然その現実見れないじゃないっていうようなことがやっぱり起こってくるっていうような体感としてね、湧き上がってくるようなこともあったりするかもしれないけれども、何かすごいご自分の中でそれを乗り越えた時の可能性であったり、どうなっていくのっていうようなね、こう気持ちっていうのは、やっぱり自分が想像してる以上なものを見ていくっていうことを伝えてきてくれてるわけなんですよね。やっぱりこうなんかこう想像してることがその通り起こるっていうのはもう当たり前なことなんですけど、その想像以上のことがやってくるっていうふうに考えた時には、やっぱりどんなこと起きるんだろうってワクワクするじゃないですか。そのゆったりとした中で自分がワクワクの思いを持ちながら進んでいった時に、もう成功間違いありませんからっていうようなところですね。やっぱりこのペンタクルの1番っていうのもこう充足感ね、満たされている、愛が溢れている、本当にいい意味で一番豊かな部分を見ていくっていう風にも伝えられますから、ぜひね、そのご自身の中での固定観念にとらわれずに、ゆったりとした気持ちで待ってくださいねっていうことで、なんか焦っちゃったりする時っていうのは、ちょっと紫色を意識していただくといいかもしれないですね。なので、ラッキーカラーというよりかは、ご自分の中でのなんかこうちょっとした時のヒントっていうような感じで捉えていただいたりしてもいいでしょうし、何か目標を持ってる人っていうのは自分のパーソナルカラーとして紫色を使っていただいてもいいかもしれないですね。例えば勉強するブックカバーを紫色にしてみるとか、ちょっとそういう時にご自分の中でのこう何かバランスの精神的なバランスが保てるよとか、そういう風な意味合いでも取っていただいてもいいかなと思うので、やっぱりね、紫色をちょっと意識するっていうことも重要になってくるかなっていうふうに思います。ぜひね、成功体験をどんどん広げていただいて、ご自身の中でね、たくさんのなりたいやりたいをこれから叶えていっていただきたいというふうに思います。いかがでしたでしょうか。いて座さんのリーディングは以上になります。少しでも共感していただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方もいただけますと大変嬉しく思います。それから皆さん、いつもコメントの方も本当にありがとうございます。これからも拝見させていただいておりますが、ぜひ書いていただけると嬉しく思います。
それではただでさえね、この精神的な豊かさの充実感であったりとか、何かね一つ区切りを迎えてご自身の中で辛い体験が終わりを告げるというようなリーディングでしたけれども、このリーディングによって最善最高のさらなるね日々となっていきますように、いつもここから応援しています。それではまたお会いいたします。ありがとうございました。